こんにちは、ザ・コーヒーショップの神保です。黒田です。今日はフレンチプレスの入れ方をご紹介します。用意するものはお湯、コーヒー豆、スケール、マグカップ、フレンチプレス本体になります。この動画では抽出をリアルタイムでご紹介するのでタイマー代わりに使っていただけます。コーヒー豆は 18g、引き目は粗挽きにします。お湯は全部で 300ml 使用します。抽出を始める前にフレンチプレス本体とマグカップに湯通しをして余熱しておきましょう。それでは抽出を始めます。まず温めたフレンチプレスに粗挽きのコーヒー 18g を入れます。深入りのコーヒーを入れるときには若干グラム数を減らしてもいいと思います。タイマーをスタートすると同時に沸騰したてのお湯を 150ml 注ぎ30秒間蒸らします。蒸らしの時に気をつけることはありますか？蒸らしはコーヒーの粉から炭酸ガスを抜く工程で、粉とお湯が触れることで蒸らしが始まります。コーヒーの粉とお湯がしっかりと全て触れるように少し勢いをつけて注ぎましょう。30秒経ったら残りのお湯を 150ml 注ぎ、チャンバーで軽く蓋をして4分になるまで待ちます。あとはもう待つだけですか？そうですね。最初に蒸らしを行った後は基本的に待つだけで抽出できます。手数も少なく失敗なく安定した抽出ができるのがフレンチプレスのいいところです。ご覧の通り抽出の4分間は特に何もすることがないので、忙しい朝の身支度や朝食の準備の間に入れるコーヒーとして最適です。抽出したコーヒーの味はどんな特徴がありますか？フレンチプレスはチャンバーというパーツのメッシュフィルターで粉をこす仕組みになっています。メッシュフィルターは紙のフィルターと違い、コーヒーのオイル分も一緒に抽出することができます。オイル分にはコーヒーの香味成分が多く含まれていると言われています。よりコーヒーの風味をダイレクトに抽出でき、素材の味がそのまま出るイメージですね。なるほど。抽出の失敗も少なく、素材の味がそのまま楽しめるのは嬉しいですね。逆にマイナスポイントはありますか？フレンチプレスに限らずメッシュフィルターで抽出するときには液体の中にどうしても細かいコーヒーの粉が微粉が入ってしまいます。マグカップに注いだ時にはカップの底の方に沈むので、飲む最初のうちはいいんですが、後半になるにつれて少しザラッとした口当たりになってしまうことがあります。どうしても微粉が気になるという方はフレンチプレスからカップに注ぐ際に目の細かい茶こしを使ったり、飲む時にマグカップの最後の方はあえて少し残すようにするなど工夫が必要になりますね。確かに、普段ペーパーフィルターで入れたコーヒーしか飲まない方には最初少し抵抗があるかもしれませんね。フレンチプレスで入れたコーヒーをさらにペーパーフィルターでこしてもいいんですか？そういうやり方もありますね。ただ微粉は取れますが、せっかく抽出したオイル分も一緒にペーパーフィルターにこされてしまうので、フレンチプレスの魅力は半減してしまいます。それでも普通にペーパーフィルターでハンドドリップするのに比べて抽出に失敗することは少ないので、手軽にすっきりとしたコーヒーを飲みたい人にはいいかもしれません。フレンチプレスに向いているコーヒーはどんなコーヒーですか？香味成分を多く含むオイル分が抽出できるので、浅入りから中入り程度の風味が明るいコーヒーに向いていると思います。豊かなフレーバーを楽しむことができます。逆に濃いめのしっかりしたコーヒーが好きな方には、ともすると薄いと感じてしまうかもしれません。フレンチプレスは4分と抽出時間は長いですが、ただお湯に浸して待っているだけなので、溶け出す成分としては実はあまり多くありません。オイル分のおかげで口当たりがまろやかになるので、物足りなさは感じにくいですが、深入りのコーヒーのボディ感や苦味を楽しみたい場合にはハンドドリップの方が向いていると思います。
さて、4分が経ったらチャンバーを優しくゆっくりと押し下げ、コーヒーの粉をこしていきます。とてもゆっくりと下げていますね。勢いよく押し下げると粉が余計に暴れて雑味が出てしまったり、微粉が多く入ってしまったりするので、できるだけゆっくりと下げましょう。一番下までチャンバーを下げたら、あとはマグカップに注ぐだけです。ここもできるだけ微粉が入らないように優しく傾けながら注ぎましょう。以上、フレンチプレスの入れ方のご紹介でした。お相手はザ・コーヒーショップの神保と黒田でした。